銀河鉄道の夜、宮沢賢治。1、午後の授業。では皆さんはそういうふうに川だと言われたり、父の流れた後だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか？先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから4、5人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョバンニはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたは分かっているのでしょう？ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返ってジョバンニを見てくすっと笑いました。ジョバンニはもうどぎまぎして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河はだいたい何でしょう？やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、ではカンパネルラさん、と名指しました。すると、あんなに元気に手を挙げたカンパネルラが、やはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、ではよし、と言いながら自分で星図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょ？ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。けれども、いつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知っている。それはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちで、カンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどこでなく、カンパネルラはその雑誌を読むとすぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事がつらく、学校に出てももうみんなともはきはき遊ばず、カンパネルラともあんまりものを言わないようになったので、カンパネルラがそれを知って気の毒があってわざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした。先生はまた言いました。ですからもしもこの天の川が本当に川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星はみんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな父の流れと考えるなら、もっと天の川とよく似ています。つまりその星は皆父の中にまるで細かに浮かんでいる雌雄の玉にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかと言いますと、それは真空という
光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまりは私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその天の川の水の中から四方を見ると、ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え、したがって白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズを指しました。天の川の形はちょうどこんななのです。このいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって、地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立ってこのレンズの中を見回すとしてごらんなさい。こっちの方はレンズが薄いので、わずかの光る粒、すなわち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので、光る粒、すなわち星がたくさん見え、その遠いのはぼーっと白く見えるという、これがつまり今日の銀河の説なのです。そんならこのレンズの大きさがどれくらいあるか、またその中のさまざまな星については、もう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。では、今日はその銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出てよく空をご覧なさい。ではここまでです。本やノートをおしまいなさい。そして教室中はしばらく机の蓋を開けたり閉めたり、本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、間もなくみんなはきちんと立って礼をすると教室を出ました。2、活版所。ジョバンニが学校の門を出るとき、同じ組の7、8人は家へ帰らず、カンパネルラを真ん中にして校庭の隅の桜の木のところに集まっていました。それは今夜の星祭りに青い明かりをこしらえて川へ流すカラスウリを取りに行く相談らしかったのです。けれどもジョバンニは手を大きく振ってどしどし学校の門を出てきました。すると町の家々では今夜の銀河の祭りに一位の葉の玉を吊るしたり、ヒノキの枝に明かりをつけたり、いろいろ支度をしているのでした。家へは帰らず、ジョバンニが町を3つ曲がってある大きな活版所に入って、すぐ入り口の計算台にいたダブダブの白いシャツを着た人にお辞儀をして、ジョバンニは靴を脱いで上がりますと、突き当たりの大きな戸を開けました。中にはまだ昼なのに電灯がついて、たくさんの輪転機がバタリバタリと回り、切れで頭を縛ったり、ランプシェードをかけたりした人たちが何か歌うように読んだり数えたりしながらたくさん働いておりました。ジョバンニはすぐ入り口から3番目の高いテーブルに座った人のところへ行ってお辞儀をしました。その人はしばらく棚を探してから、これだけ拾っていけるかねと言いながら一枚の紙切れを渡しました。ジョバンニはその人のテーブルの足元から一つの小さな平たい箱を取り出して、向こうの電灯のたくさんついた立てかけてある壁の隅の方へしゃがみ込むと、小さなピンセットでまるで泡粒ぐらいの活字を次から次と拾い始めました。青い胸当てをした人がジョバンニの後ろを通りながら、よう、虫眼鏡くん、おはようと言いますと、近くの4、5人の人たちが声も立てず
こっちも向かずに冷たく笑いました。ジョバンニは何べんも目を拭いながら活字をだんだん拾いました。6時が打ってしばらく経った頃、ジョバンニは拾った活字をいっぱいに入れた平たい箱をもう一度手に持った紙切れと引き合わせてから、さっきのテーブルの人へ持ってきました。その人は黙ってそれを受け取ってかすかにうなずきました。ジョバンニはお辞儀をすると、戸を開けてさっきの計算台のところに来ました。するとさっきの白服を着た人がやっぱり黙って小さな銀貨を一つジョバンニに渡しました。ジョバンニはにわかに顔色が良くなって威勢よくお辞儀をすると、台の下に置いたカバンを持って表へ飛び出しました。それから元気よく口笛を吹きながらパン屋へ寄ってパンの塊を一つと角砂糖を一袋買いますと一目散に走り出しました。3、家。ジョバンニが勢いよく帰ってきたのはある裏町の小さな家でした。その3つ並んだ入り口の一番左側には空き箱に紫色のケールやアスパラガスが植えてあって、小さな2つの窓には火覆いが降りたままになっていました。おっかさん、今帰ったよ。具合悪くなかったの？ジョバンニは靴を脱ぎながら言いました。ああ、ジョバンニ、お仕事がひどかったろう。今日は涼しくてね、私はずっと具合がいいよ。ジョバンニは玄関を上がっていきますと、ジョバンニのお母さんがすぐ入り口の部屋に白いきれをかぶって休んでいたのでした。ジョバンニは窓を開けました。おっかさん、今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。ああ、お前先にお上がり。私はまだ欲しくないんだから。おっかさん、姉さんはいつ帰ったの？ああ、3時頃帰ったよ。みんなそこらをしてくれてね。おっかさんの牛乳は来ていないんだろうか。来なかったろうかね。僕行って取ってこよう。ああ、私はゆっくりでいいんだから、お前先にお上がり。姉さんがね、トマトで何かこしらえて、そこへ置いていったよ。では僕食べよう。ジョバンニは窓のところからトマトの皿を取って、パンと一緒にしばらくむしゃむしゃ食べました。ねえおっかさん、僕お父さんはきっと間もなく帰ってくると思うよ。ああ、私もそう思う。けれども、お前はどうしてそう思うの？だって今朝の新聞に、今年は北の方の漁は大変良かったと書いてあったよ。ああ、だけどね、お父さんは漁へ出ていないかもしれない。きっと出てるよ。お父さんが監獄へ入るような、そんな悪いことしたはずがないんだ。この前、お父さんが持ってきて、学校へ寄贈した大きなカニの甲羅だの、トナカイの角だの、今だってみんな標本室にあるんだ。6年生なんか、授業の時先生が代わる代わる教室へ持っていくよ。おととし修学旅行で、お父さんは、この次はお前にラッコの上着を持ってくると言ったね。みんなが僕に会うとそれを言うよ。冷やかすように言うんだ。お前に悪口を言うの？うん。けれどもカンパネルラなんか決して言わない。カンパネルラはみんながそんなことを言うときは気の毒そうにしているよ。あの人はうちのお父さんとはちょうどお前たちのように小さい時からのお友達だったそうだよ。ああ、
だからお父さんは僕を連れてカンパネルラの家へも連れて行ったよ。あの頃はよかったな。僕は学校から帰る途中、たびたびカンパネルラの家に寄った。カンパネルラの家にはアルコールランプで走る汽車があったんだ。レールを7つ組み合わせると丸くなって、それに電柱や信号標もついていて、信号標の明かりは汽車が通る時だけ青くなるようになっていたんだ。いつかアルコールがなくなった時、石油を使ったら釜がすっかりすすけたよ。そうかね。今も毎朝新聞を回しに行くよ。けれどもいつでも家中まだシーンとしているからな。早いからね。ザウエルという犬がいるよ。尻尾がまるでほうきのようだ。僕が行くと鼻を鳴らしてついてくるよ。ずーっと町の角までついてくる。もっとついてくることもあるよ。今夜はみんなでカラスウリの明かりを川へ流しに行くんだって。きっと犬もついていくよ。そうだ。今晩は銀河のお祭りだね。僕牛乳を取りながら見てくるよ。ああ、行っておいで。川へは入らないでね。あ、僕、岸から見るだけなんだ。1時間で行ってくるよ。もっと遊んでおいで。カンパネルラさんと一緒なら心配はないから。ああ、きっと一緒だよ。おっかさん、窓を閉めておこうか。ああ、どうか。もう涼しいからね。ジョバンニは立って窓を閉め、お皿やパンの袋を片付けると、勢いよく靴を履いて、では1時間半で帰ってくるよ、と言いながら暗い戸口を出ました。4. ケンタウル祭の夜。ジョバンニは口笛を吹いているような寂しい口つきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん電灯の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子はだんだん濃く黒くはっきりなって、足を上げたり手を振ったりジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから速いぞ。僕は今その電灯を通り越す。そーら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来た。とジョバンニが思いながら大股にその街灯の下を通り過ぎたとき、いきなり昼間のザネリが新しい襟の尖ったシャツを着て電灯の向こう側の暗い工事から出てきて、ひらっとジョバンニとすれ違いました。ザネリー、カラスウリ流しに行くの？ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。その子が投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニはパッと胸が冷たくなり、そこら中キーンとなるように思いました。なんだいザネリーとジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリは向こうの火花の植わった家の中へ入っていました。ザネリはどうして僕が何にもしないのにあんなことを言うのだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに。僕が何にもしないのにあんなことを言うのはザネリがバカだからだ。ジョバンニはせわしくいろいろなことを考えながら、さまざまな明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られた町を通っていきました。時計屋の店には明るくネオン灯がついて、1秒ごとに
石でこさえたフクロウの赤い目がくるっくるっと動いたり、いろいろな宝石が海のような色をした厚いガラスの盤に乗って星のようにゆっくり巡ったり、また向こう側から銅の人馬がゆっくりこっちへ回ってきたりするのでした。その真ん中に丸い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。ジョバンニは我を忘れてその星座の図に見入りました。それは昼学校で見たあの図よりはずっと小さかったのですが、その日と時間に合わせて盤を回すと、その時出ている空がそのまま楕円形の中に巡って現れるようになっており、やはりその真ん中には上から下へかけて銀河がぼーっと煙ったような帯になって、その下の方ではかすかに爆発して湯気でも上げているように見えるのでした。またその後ろには3本の足のついた小さな望遠鏡が黄色に光って立っていましたし、一番後ろの壁には空中の星座を不思議な獣や蛇や魚や瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当にこんなようなサソリだの勇士だの空にぎっしりいるだろうか。ああ、僕はその中をどこまでも歩いてみたいと思ったりしてしばらくぼんやり立っていました。それからにわかにお母さんの牛乳のことを思い出してジョバンニはその店を離れました。そして窮屈な上着の肩を気にしながら、それでもわざと胸を張って大きく手を振って町を通っていきました。空気は澄み切ってまるで水のように通りや店の中を流れましたし、街灯は皆真っ青なもみや奈良の枝で包まれ、電気会社の前の6本のプラタヌスの木などは中にたくさんの豆電灯がついて、本当にそこらは人魚の都のように見えるのでした。子供らはみんな新しい織のついた着物を着て星めぐりの口笛を吹いたり、ケンタウルス、梅雨を降らせと叫んで走ったり、青いマグネシアの花火を燃やしたりして楽しそうに遊んでいるのでした。けれどもジョバンニはいつかまた深く首を垂れて、そこらのにぎやかさとはまるで違ったことを考えながら牛乳屋の方へ急ぐのでした。ジョバンニはいつか町外れのポプラの木が幾本も幾本も高く星空に浮かんでいるところに来ていました。その牛乳屋の黒い門を入り、牛の匂いのする薄暗い台所の前に立って、ジョバンニは帽子を脱いで、こんばんはと言いましたら、家の中はシーンとして誰もいたようではありませんでした。こんばんは、ごめんなさい。ジョバンニはまっすぐに立ってまた叫びました。するとしばらく経ってから年取った女の人がどこか具合が悪いようにそろそろと出てきて、何か用かと口の中で言いました。今日牛乳が僕んとこへ来なかったのでもらいに上がったんです。ジョバンニが一生懸命勢いよく言いました。今誰もいないでわかりません。明日にしてください。その人は赤い目の下のとこをこすりながらジョバンニを見下ろして言いました。おっかさんが病気なんですから今晩でないと困るんです。ではもう少し経ってから来てください。その人はもう行ってしまいそうでした。そうですか。ではありがとう。ジョバンニはお辞儀をして台所から出ました。10時になった町の角を曲がろうとしましたら、
向こうの橋へ行く方の雑貨店の前で、黒い影やぼんやり白いシャツが入り乱れて、6、7人の生徒らが口笛を吹いたり笑ったりして、めいめいカラスウリの明かりを持ってやってくるのを見ました。その笑い声も口笛もみんな聞き覚えのあるものでした。ジョバンニの同級の子供らだったのです。ジョバンニは思わずドキッとして戻ろうとしましたが、思い直して一層勢いよくそっちへ歩いていきました。川へ行くの？ジョバンニが言おうとして少し喉が詰まったように思ったとき、ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。さっきのザネリがまた叫びました。ジョバンニ、ラッコの上着が来るよ。すぐみんなが続いて叫びました。ジョバンニは真っ赤になって、もう歩いているかもわからず、急いで行き過ぎようとしましたら、その中にカンパネルラがいたのです。カンパネルラは気の毒そうに黙って少し笑って怒らないだろうかというようにジョバンニの方を見ていました。ジョバンニは逃げるようにその目を避け、そしてカンパネルラの背の高い形が過ぎていって間もなく、みんなは天でに口笛を吹きました。街角を曲がるとき、振り返ってみましたら、ザネリがやはり振り返って見ていました。そしてカンパネルラもまた高く口笛を吹いて向こうにぼんやり見える橋の方へ歩いて行ってしまったのでした。ジョバンニは何とも言えず寂しくなっていきなり走り出しました。すると耳に手を当ててわーっと言いながら片足でぴょんぴょん飛んでいた小さな子供らは、ジョバンニが面白くて書けるのだと思ってわーいと叫びました。間もなくジョバンニは黒い丘の方へ急ぎました。5、天気林の柱。牧場の後ろはゆるい丘になって、その黒い平らな頂上は北の大熊星の下にぼんやり普段よりも低く連なって見えました。ジョバンニはもう露の降りかかった小さな林の小道をどんどん登っていきました。真っ暗な草やいろいろな形に見える藪の茂みの間を、その小さな道が一筋白く星明かりに照らし出されてあったのです。草の中にはピカピカ青光を出す小さな虫もいて、ある葉は青く透かし出され、ジョバンニはさっきみんなの持っていったカラスウリの明かりのようだとも思いました。その真っ黒な松や奈良の林を越えると、にわかにがらんと空が開けて、天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、また頂の天気林の柱も見分けられたのでした。釣り鐘草か野菊かの花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲き、鳥が一匹丘の上を鳴き続けながら通っていきました。ジョバンニは頂の天気林の柱の下に来て、どかどかする体を冷たい草に投げました。町の明かりは闇の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り、子供らの歌う声や口笛、キレ切れの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くで鳴り、丘の草も静かにそよぎ、ジョバンニの汗で濡れたシャツも
冷たく冷やされました。ジョバンニは町の外れから遠く黒く広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人がリンゴを剥いたり笑ったりいろいろな風にしていると考えますと、ジョバンニはもう何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。ああ、あの白い空の帯がみんな星だというぞ。ところがいくら見ていても、その空は昼先生の言ったようながらんとした冷たいとこだとは思われませんでした。それどころでなく、見れば見るほど、そこは小さな林や牧場やらある野原のように考えられて仕方なかったのです。そしてジョバンニは青い琴の星が3つにも4つにもなってちらちら瞬き、足が何べんも出たり引っ込んだりしてとうとうキノコのように長く伸びるのを見ました。またすぐ目の下の町までがやっぱりぼんやりしたたくさんの星の集まりか、一つの大きな煙かのように見えるように思いました。6. 銀河ステーション。そしてジョバンニはすぐ後ろの天気輪の柱がいつかぼんやりした三角標の形になって、しばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりしてとうとう凛と動かないようになり、濃い紅星の空の野原に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が、銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火をいっぺんに化石させて空中に沈めたという具合。またダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいた金剛石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がさーっと明るくなって、ジョバンニは思わず何べんも目をこすってしまいました。気がついてみると、さっきからごと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 ジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の軽便鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中は青いビロードを張った腰掛けがまるでがら空きで、向こうのネズミ色のワニスを塗った壁には真鍮の大きなボタンが2つ光っているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だか分かりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカンパネルラだったのです。ジョバンニが、カンパネルラ、君は前からここにいたのと言おうと思ったとき、カンパネルラが、みんなはね、ずいぶん走ったけれども遅れてしまったよ。ザネリもね、
ずいぶん走ったけれども追いつかなかった。と言いました。ジョバンニは、そうだ、僕たちは今一緒に誘って出かけたのだ。と思いながら、どこかで待っていようか。と言いました。するとカンパネルラは、ザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。カンパネルラはなぜかそう言いながら少し顔色が青ざめてどこか苦しいというふうでした。するとジョバンニもなんだかどこかに何か忘れたものがあるというようなおかしな気持ちがして黙ってしまいました。ところがカンパネルラは窓から外を覗きながらもうすっかり元気が治って勢いよく言いました。ああ、しまった。僕、水筒を忘れてきた。スケッチ帳も忘れてきた。けれど構わない。もうじき白鳥の停車場だから。僕、白鳥を見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって僕はきっと見える。そしてカンパネルラは丸い板のようになった地図をしきりにぐるぐる回して見ていました。全くその中に白く表された天の川の左の岸に沿って一条の鉄道線路が南へ南へとたどっていくのでした。そしてその地図の立派なことは夜のように真っ黒な盤の上に11の停車場や三角標、泉水や森が青や橙や緑や美しい光で散りばめられてありました。ジョバンニはなんだかその地図をどこかで見たように思いました。この地図はどこで買ったの？黒曜石でできてるね。ジョバンニが言いました。銀河ステーションでもらったんだ。君、もらわなかったの？ああ、僕、銀河ステーションを通ったろうか。今僕たちのいるとこ、ここだろう？ジョバンニは白鳥と書いてある停車場の印のすぐ北を指しました。そうだ。おや、あの河原は月夜だろうか。そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀色の空のすすきがもうまるで一面風にさら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 揺られて動いて波を立てているのでした。月夜でないよ、銀河だから光るんだよ。ジョバンニは言いながら、まるで跳ね上がりたいくらい愉快になって、足をコツコツ鳴らし、窓から顔を出して、高く高く星巡りの口笛を吹きながら、一生懸命伸び上がって、その天の川の水を見極めようとしましたが、はじめはどうしてもそれがはっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけてみると、そのきれいな水はガラスよりも水素よりも透き通って、時々目の加減かちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら、声もなくどんどん流れていき、野原にはあっちにもこっちにも輪光の三角標が美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは橙や黄色ではっきりし、近いものは青白く少しかすんで、あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、さまざまに並んで野原いっぱい光っているのでした。ジョバンニはまるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にそのきれいな野原中の青や橙やいろいろ輝く三角標も天でに息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。僕はもうすっかり天の野原に来た。ジョバンニは言いました。
それにこの汽車、石炭を焚いていないね。ジョバンニが左手を突き出して窓から前の方を見ながら言いました。アルコールか電気だろう。カンパネルラが言いました。ごと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 、その小さなきれいな汽車は空のすすきの風に翻る中を、天の川の水や三角点の青白い尾行の中を、どこまでもどこまでもと走っていくのでした。ああ、リンドウの花が咲いている。もうすっかり秋だね。カンパネルラが窓の外を指さして言いました。線路のへりになった短い芝草の中に、月長石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンドウの花が咲いていました。僕飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか。ジョバンニは胸を躍らせて言いました。もうダメだ。あんなに後ろへ行ってしまったから。カンパネルラがそう言ってしまうかしまわないうち、次のリンドウの花がいっぱいに光って過ぎていきました。と思ったら、もう次から次からたくさんの黄色な底を持ったリンドウの花のコップが湧くように、雨のように目の前を通り、三角標の列は煙るように燃えるように、いよいよ光って立ったのです。7. 北十字とプリオシン海岸。おっかさんは僕を許してくださるだろうか。いきなりカンパネルラが思い切ったというように、少しどもりながら咳き込んで言いました。ジョバンニは、ああそうだ、僕のおっかさんはあの遠い一つの塵のように見える橙色の三角標のあたりにいらっしゃって、今僕のことを考えているんだったと思いながら、ぼんやりして黙っていました。僕はおっかさんが本当に幸いになるならどんなことでもする。けれども一体どんなことがおっかさんの一番の幸いなんだろう。カンパネルラはなんだか泣き出したいのを一生懸命こらえているようでした。君のおっかさんは何にもひどいことないじゃないの。ジョバンニはびっくりして叫びました。僕、わからない。けれども、誰だって本当にいいことをしたら一番幸いなんだね。だからおっかさんは僕を許してくださると思う。カンパネルラは何か本当に決心しているように見えました。にわかに車の中がパッと白く明るくなりました。見るともう実に金剛石や草の露やあらゆる立派さを集めたようなきらびやかな銀河の川床の上を、水は声もなく形もなく流れ、その流れの真ん中にぼーっと青白く五光のさした一つの島が見えるのでした。その島の平らな頂に立派な目も覚めるような白い十字架が立って、それはもう凍った北極の雲でいたと言ったらいいか、スキッとした金色の円光をいただいて、静かに永久に立っているのでした。ハレルヤー、ハレルヤー。前からも後ろからも声が起こりました。振り返ってみると、車室の中の旅人たちは皆まっすぐに着物のひだを垂れ、黒いバイブルを胸に当てたり、水晶の数珠をかけたり、どの人もつつましく指を組み合わせてそっちに祈っているのでした。思わず二人もまっすぐに立ち上がりました。
カンパネルラの頬はまるで熟したリンゴの証のように美しく輝いて見えました。そして島と十字架とはだんだん後ろの方へ移っていきました。向こう岸も青白くぽーっと光って煙り、時々やっぱりすすきが風に翻るらしく、さっとその銀色が煙って息でもかけたように見え、またたくさんの林道の花が草を隠れたり出たりするのは優しい狐火のように思われました。それもほんのちょっとの間、川と汽車との間はすすきの列で遮られ、白鳥の島は2度ばかり後ろの方に見えましたが、じきもうずっと遠く小さく絵のようになってしまい、またすすきがざわざわ鳴って、とうとうすっかり見えなくなってしまいました。ジョバンニの後ろにはいつから乗っていたのか、背位の高い黒い担ぎをしたカトリック風の尼さんが、まん丸な緑の瞳をじっとまっすぐに落として、まだ何か言葉か声かがそっちから伝わってくるのを慎んで聞いているというように見えました。旅人たちは静かに席に戻り、二人も胸いっぱいの悲しみに似た新しい気持ちを何気なく違った言葉でそっと話し合ったのです。もうじき白鳥の停車場だね。ああ、11時かっきりには着くんだよ。早くもシグナルの緑の明かりとぼんやり白い柱とがちらっと窓の外を過ぎ、それから硫黄の炎のような暗いぼんやりした天鉄機の前の明かりが窓の下を通り、汽車はだんだん緩やかになって、間もなくプラットフォームの一列の電灯が美しく規則正しく現れ、それがだんだん大きくなって広がって、二人はちょうど白鳥停車場の大きな時計の前に来て止まりました。爽やかな秋の時計のダイヤルには、青く焼かれた鋼の2本の針がくっきり11時を指しました。みんなはいっぺんに降りて、車室の中はがらんとなってしまいました。20分停車と時計の下に書いてありました。僕たちも降りてみようか、ジョバンニが言いました。降りよう。二人は一度に跳ね上がってドアを飛び出して改札口へかけていきました。ところが改札口には明るい紫がかった電灯が一つついているばかり、誰もいませんでした。そこら中を見ても駅長や赤坊らしい人の影もなかったのです。二人は停車場の前の水晶細工のように見えるイチョウの木に囲まれた小さな広場に出ました。そこから幅の広い道がまっすぐに銀河の星光、青光の中へ通っていました。先に降りた人たちはもうどこへ行ったか一人も見えませんでした。二人がその白い道を肩を並べていきますと、二人の影はちょうど四方に窓のある部屋の中の二本の柱の影のように、また二つの車輪の矢のように幾本も幾本も四方へ出るのでした。そして間もなくあの汽車から見えたきれいな河原に来ました。カンパネルラはそのきれいな砂を一つまみ、手のひらに広げ、指でキシキシさせながら夢のように言っているのでした。この砂はみんな水晶だ。中で小さな火が燃えている。そうだ。どこで僕はそんなこと習ったろうと思いながら、ジョバンニもぼんやり答えていました。河原の小石はみんな透き通って、
確かに水晶やトパーズや、またくしゃくしゃの終局を表したのや、また角から霧のような青白い光を出す紅玉やらでした。ジョバンニは走ってその渚に行って水に手を浸しました。けれども怪しいその銀河の水は水素よりももっと透き通っていたのです。それでも確かに流れていたことは、二人の手首の水に浸ったとこが少し水銀色に浮いたように見え、その手首にぶっつかってできた波は美しい輪廓を上げてちらちらと燃えるように見えたのでもわかりました。川上の方を見ると、すすきのいっぱいに生えている崖の下に白い岩がまるで運動場のように平らに川に沿って出ているのでした。そこに小さな5、6人の人影が何か掘り出すか埋めるかしているらしく、立ったりかがんだり、時々何かの道具がピカッと光ったりしました。行ってみよう。二人はまるで一度に叫んで、そっちの方へ走りました。その白い岩になったところの入り口に、プリオシン海岸という瀬戸物のつるつるした表札が立って、向こうの渚にはところどころ細い鉄の欄干も植えられ、木製のきれいなベンチも置いてありました。おや、変なものがあるよ。カンパネルラが不思議そうに立ち止まって、岩から黒い細長い先の尖ったくるみの実のようなものを拾いました。くるみの実だよ。空、たくさんある。流れてきたんじゃない。岩の中に入ってるんだ。大きいね、このくるみ。倍あるね。こいつは少しも傷んでない。早くあそこ行ってみよう。きっと何か掘ってるから。二人はギザギザの黒いくるみの実を持ちながら、またさっきの方へ近寄っていきました。左手の渚には波が優しい稲妻のように燃えて寄せ、右手の崖には一面銀や貝殻でこさえたようなすすきの穂が揺れたのです。だんだん近づいてみると、一人の背の高いひどい金眼鏡をかけ、長靴を履いた学者らしい人が手帳に何かせわしそうに書きつけながら、つるはしを振り上げたり、スコープを使ったりしている3人の助手らしい人たちに夢中でいろいろ指図をしていました。そこのその突起を壊さないように、スコープを使いたまえ、スコープを。おっと、もう少し遠くから掘って。いけないいけない。なぜそんな乱暴をするんだ。見ると、その白い柔らかな岩の中から大きな大きな青白い獣の骨が横に倒れて潰れたというふうになって半分以上掘り出されていました。そして気をつけてみると、そこらには蹄の2つある足跡のついた岩が四角に塔ばかりきれいに切り取られて番号がつけられてありました。君たちは参観かね。その大学士らしい人が眼鏡をキラッとさせてこっちを見て話しかけました。くるみがたくさんあったろ。それはまあざっと120万年ぐらい前のくるみだよ。ごく新しい方さ。ここは120万年前、第3紀の後の頃は海岸でね、この下からは貝殻も出る。今川の流れているとこにそっくり塩水が寄せたり引いたりもしていたのだ。この獣かね。これはボスと言ってね。おいおいそこ、つるはしはよしたまえ。丁寧にのみでやってくれたまえ。ボスと言ってね。今の牛の先祖で、昔はたくさんいたさ。標本にするんですか。いや、証明するにいるんだ。僕らから見ると
ここは厚い立派な地層で120万年ぐらい前にできたという証拠もいろいろ上がるけれども、僕らと違ったやつから見てもやっぱりこんな地層に見えるかどうか、あるいは風や水やがらんとした空かに見えやしないかということなのだ。わかったかい？けれども、おいおい、そこもスコープではいけない。そのすぐ下に肋骨が埋もれてるはずじゃないか。大学士は慌てて走っていきました。もう時間だよ。行こう。カンパネルラが地図と腕時計と比べながら言いました。ああ、では私どもは失礼いたします。ジョバンニは丁寧に大学士にお辞儀しました。そうですか。いや、さよなら。大学士はまた忙しそうにあちこち歩き回って監督を始めました。二人はその白い岩の上を一生懸命汽車に遅れないように走りました。そして本当に風のように走れたのです。息も切れず、膝も熱くなりませんでした。こんなにして書けるなら、もう世界中だって書けれるとジョバンニは思いました。そして二人は前のあの河原を通り、改札口の電灯がだんだん大きくなって、間もなく二人は元の車室の席に座って、今行ってきた方を窓から見ていました。8、鳥を取る人。ここへかけてもようございますか？ガサガサしたけれども親切そうな大人の声が二人の後ろで聞こえました。それは茶色の少しボロボロの街灯を着て白い切れで包んだ荷物を二つに分けて肩にかけた赤ひげの背中のかがんだ人でした。ええ、いいんです。ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。その人はひげの中でかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。ジョバンニは何か大変寂しいような悲しいような気がして黙って正面の時計を見ていましたら、ずっと前の方でガラスの笛のようなものが鳴りました。汽車はもう静かに動いていたのです。カンパネルラは車室の天井をあちこち見ていました。その一つの明かりに黒いカブトムシが止まって、その影が大きく天井に映っていたのです。赤ひげの人は何か懐かしそうに笑いながらジョバンニやカンパネルラの様子を見ていました。汽車はもうだんだん速くなって、すすきと川と変わる変わる窓の外から光りました。赤ひげの人が少しおずおずしながら二人に聞きました。あなた方はどちらへいらっしゃるんですか？どこまでも行くんです。ジョバンニは少し決まり悪そうに答えました。それはいいね。この汽車は実際どこまででも行きますぜ。あなたはどこへ行くんです。カンパネルラがいきなり喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。すると向こうの席にいた尖った帽子をかぶり、大きな鍵を腰に下げた人もちらっとこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい顔を赤くして笑い出してしまいました。ところがその人は別に怒ったでもなく、頬を
ピクピクしながら返事しました。わしはすぐそこでおります。わしは鳥を捕まえる商売でね。何鳥ですか？鶴や雁です。サギも白鳥もです。鶴はたくさんいますか？いますとも。さっきから鳴いてまさ。聞かなかったのですか？いいえ。今でも聞こえるじゃありませんか。そら、耳を澄まして聞いてごらんなさい。二人は目を上げ、耳を澄ましました。ごとごと鳴る汽車の響きと、すすきの風との間から、コロンコロンと水の湧くような音が聞こえてくるのでした。鶴、どうして取るんですか？鶴ですか？それとも詐欺ですか？詐欺です。ジョバンニはどっちでもいいと思いながら答えました。そいつはな、造作ない。詐欺というものはみんな天の川の砂がこごってぼーっとできるもんですからね。そして始終川へ帰りますからね。河原で待っていて、詐欺がみんな足をこういうふうにして降りてくるとこを、そいつが地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともうお詐欺は固まって安心して死んじまいます。あとはもう分かりきってまさ。押し場にするだけです。詐欺を押し場にするんですか？標本ですか？標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。おかしいね。カンパネルラが首をかしげました。おかしいも不審もありませんや。そら。その男は立って網棚から包みを下ろして手早くくるくると解きました。さあごらんなさい。今取ってきたばかりです。本当に詐欺だね。二人は思わず叫びました。真っ白なさっきの北の十字架のように光る詐欺の体が塔ばかり少し平べったくなって黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいたのです。目をつぶってるね。カンパネルラは指でそっと詐欺の三日月型の白いつぶった目に触りました。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついていました。ね、そうでしょう。トリトリは風呂敷を重ねてまたくるくると包んで紐でくくりました。誰が一体ここらで詐欺なんぞ食べるだろうとジョバンニは思いながら聞きました。詐欺はおいしいんですか？ええ、毎日注文があります。しかし、ガンの方がもっと売れます。ガンの方がずっと柄がいいし、第一手数がありませんからな。そら。トリトリはまた別の方の包みを解きました。すると、木と青白とまだらになって、何かの明かりのように光るガンが、ちょうどさっきの詐欺のようにくちばしを揃えて、少し平べったくなって並んでいました。こっちはすぐ食べられます。どうです？少しお上がりなさい。トリトリは黄色なガンの足を軽く引っ張りました。するとそれはチョコレートででもできているようにスッときれいに離れました。どうです？少し食べてごらんなさい。トリトリはそれを2つにちぎって渡しました。ジョバンニはちょっと食べてみて、なんだやっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりももっとおいしいけれども、こんなガンが飛んでいるもんか。この男はどこかそこらの野原の菓子屋だ。けれども、僕はこの人をバカにしながら、この人のお菓子を食べているのは大変気の毒だ。と思いながら、やっぱりポクポクそれを食べていました。もう少しお上がりなさい。トリトリがまた包みを出しました。ジョバンニはもっと食べたかったのですけれども、ええ、
ありがとうと言って遠慮しましたら、鳥鳥は今度は向こうの席の鍵を持った人に出しました。いやー、商売物をもらっちゃすいませんな。その人は帽子を取りました。いいえ、どういたしまして。どうです、今年の渡り鳥の景気は。いやー、素敵なもんですよ。おとといの第二元頃なんか、なぜ灯台の火を規則以外にさせるかって、あっちからもこっちからも電話で故障が来ましたが、なあに、こっちがやるんじゃなくて、渡り鳥どもが真っ黒に固まって、証の前を通るのですから仕方ありませんや。私は、べらぼうめ、そんな苦情は俺のとこへ持ってきたって仕方がねえや。バサバサのマントを着て、足と口との途方もなく細い大将へやれって、こう言ってやりましたがね。はは。すすきがなくなったために、向こうの野原からパッと明かりがさしてきました。詐欺の方はなぜ手数なんですか？カンパネルラはさっきから聞こうと思っていたのです。それはね、詐欺を食べるには、鳥鳥はこっちに向き直りました。天の川の水あかりに10日も吊るしておくかね。そうでなけや、砂に3、4日うずめなきゃいけないんだ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになるよ。こいつは鳥じゃない。ただのお菓子でしょ。やっぱり同じことを考えていたと見えて、カンパネルラが思い切ったというように尋ねました。鳥鳥は何か大変慌てた風で、そうそう、ここで降りなきゃや、と言いながら、立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。どこへ行ったんだろう。二人は顔を見合わせましたら、灯台森はニヤニヤ笑って少し伸び上がるようにしながら、二人の横の窓の外を覗きました。二人もそっちを見ましたら、たった今の鳥鳥が黄色と青白の美しい輪廓を出す一面の瓦母子草の上に立って、真面目な顔をして両手を広げてじっと空を見ていたのです。あそこへ行ってる。ずいぶん期待だね。きっとまた鳥を捕まえるとこだね。汽車が走っていかないうちに早く鳥が降りるといいな。と言った途端、がらんとした桔梗色の空からさっき見たようなサギがまるで雪の降るようにギャーギャー叫びながらいっぱいに舞い降りてきました。するとあの鳥鳥はすっかり注文通りだというようにホクホクして両足をかっきり60度に開いて立って、サギの縮めて降りてくる黒い足を両手で片っ端から押さえて布の袋の中に入れるのでした。するとサギはホタルのように袋の中でしばらく青くペカペカ光ったり消えたりしていましたが、おしまいとうとうみんなぼんやり白くなって目をつぶるのでした。ところが捕まえられる鳥よりは捕まえられないで無事に天の川の砂の上に降りるものの方が多かったのです。それは見ていると足が砂へつくや否やまるで雪の溶けるように縮まって平べったくなって、間もなく溶鉱炉から出た銅の汁のように砂や砂利の上に広がり、しばらくは鳥の形が砂についているのでしたが、それも2、3度明るくなったり暗くなったりしているうちに、もうすっかり周りと同じ色になってしまうのでした。鳥鳥は20匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬ時のような形をしました。と思ったら、もうそこに鳥鳥の形はなくなって帰って、ああ、せいせいした。どうも体にちょうど合うほど稼いでいるくらいいいことはありませんな。という聞き覚えのある声がジョバンニの隣にしました。見ると鳥鳥は
もうそこで取ってきた詐欺をきちんと揃えて一つずつ重ね直しているのでした。どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか？ジョバンニがなんだか当たり前のような、当たり前でないような、おかしな気がして問いました。どうしてって来ようとしたから来たんです。全体あなた方はどちらからおいでですか？ジョバンニはすぐ返事しようと思いましたけれども、さあ全体どこから来たのかもうどうしても考えつきませんでした。カンパネルラも顔を真っ赤にして何か思い出そうとしているのでした。ああ、遠くからですね。トリトリは分かったというように造作なくうなずきました。9. ジョバンニの切符。もうここらは白鳥区のおしまいです。ご覧なさい。あれが名高いアルビレオの観測所です。窓の外のまるで花火でいっぱいのような天の川の真ん中に黒い大きな建物が4棟ばかり立って、その一つの平屋根の上に目も覚めるようなサファイアとトパーズの大きな2つの透き通った玉が輪になって静かにくるくると回っていました。黄色のがだんだん向こうへ回っていって、青い小さいのがこっちへ進んでき、まもなく2つの端は重なり合ってきれいな緑色の両面凸レンズの形を作り、それもだんだん真ん中が膨らみ出して、とうとう青いのはすっかりトパーズの正面に来ましたので、緑の中心と黄色な明るい輪ができました。それがまただんだん横へそれて、前のレンズの形を逆に繰り返し、とうとうすっと離れて、サファイアは向こうへ巡り、黄色のはこっちへ進み、またちょうどさっきのような風になりました。銀河の形もなく音もない水に囲まれて、本当にその黒い測候所が眠っているように静かに横たわったのです。あれは水の速さを測る機械です。水も、トリトリが言いかけたとき、切符を拝見いたします。3人の席の横に赤い帽子をかぶった背の高い車掌がいつかまっすぐに立っていて言いました。トリトリは黙って隠しから小さな紙切れを出しました。車掌はちょっと見てすぐ目をそらして、あなた方のはというように指を動かしながら手をジョバンニたちの方へ出しました。さあ。ジョバンニは困ってもじもじしていましたら、カンパネルラはわけもないというふうで小さなネズミ色の切符を出しました。ジョバンニはすっかり慌ててしまって、もしか上着のポケットにでも入っていたかと思いながら手を入れてみましたら、何か大きな畳んだ紙切れに当たりました。こんなもの入っていたろうかと思って急いで出してみましたら、それは4つに折ったはがきぐらいの大きさの緑色の紙でした。車掌が手を出しているもんですから、何でも構わない、やっちまえと思って渡しましたら、車掌はまっすぐに立ち直って丁寧にそれを開いて見ていました。そして読みながら上着のボタンやなんかしきりに直したりしていましたし、東大看守も下からそれを熱心に覗いていましたから、ジョバンニは確かにあれは証明書か何かだったと考えて、少し胸が熱くなるような気がしました。これは三次空間の方からお持ちになったのですか？車掌が尋ねました。なんだかわかりません。もう大丈夫だと安心しながら、
ジョバンニはそっちを見上げてくつくつ笑いました。よろしゅうございます。サザンクロスへ着きますのは次の第3時頃になります。車掌は紙をジョバンニに渡して向こうへ行きました。カンパネルラはその紙切れが何だったか待ちかねたというように急いで覗き込みました。ジョバンニも全く早く見たかったのです。ところがそれは一面黒い唐草のような模様の中におかしな塔ばかりの字を印刷したもので、黙って見ているとなんだかその中へ吸い込まれてしまうような気がするのでした。すると鳥鳥が横からちらっとそれを見て慌てたように言いました。おや、こいつは大したもんですぜ。こいつはもう本当の天上へさえ行ける切符だ。天上どこじゃない。どこでも勝手に歩ける通行券です。こいつをお持ちになれや、なるほど、こんな不完全な幻想第4次の銀河鉄道なんか、どこまででも行けるはずでさ。あなた方大したもんですね。なんだかわかりません。ジョバンニが赤くなって答えながら、それをまた畳んで隠しに入れました。そして決まりが悪いので、カンパネルラと2人、また窓の外を眺めていましたが、その鳥鳥の時々大したもんだというようにちらちらこっちを見ているのがぼんやりわかりました。もうじきわしの停車場だよ。カンパネルラが向こう岸の3つ並んだ小さな青白い三角標と地図とを見比べて言いました。ジョバンニはなんだかわけもわからずに、にわかに隣の鳥鳥が気の毒でたまらなくなりました。サギを捕まえてせいせいしたと喜んだり、白い切れでそれをくるくる包んだり、人の切符をびっくりしたように横目で見て慌てて褒め出したり、そんなことをいちいち考えていると、もうその見ず知らずの鳥鳥のためにジョバンニの持っているものでも食べるものでも何でもやってしまいたい。もうこの人の本当の幸いになるなら、自分があの光る天の川の河原に立って100年続けて立って鳥を取ってやってもいいというような気がして、どうしてももう黙っていられなくなりました。本当にあなたの欲しいものは一体何ですかと聞こうとして、それではあんまり出し抜けだからどうしようかと考えて振り返ってみましたら、そこにはもうあの鳥鳥がいませんでした。網棚の上には白い荷物も見えなかったのです。また窓の外で足を踏ん張って空を見上げてサギを取る支度をしているのかと思って急いでそっちを見ましたが、外は一面の美しい砂ごと白いすすきの波ばかり。あの鳥鳥の広い背中も尖った帽子も見えませんでした。あの人どこへ行ったろう。カンパネルラもぼんやりそう言っていました。どこへ行ったろう。一体どこでまた会うのだろう。僕はどうしてもう少しあの人にものを言わなかったろう。ああ、僕もそう思っているよ。僕はあの人が邪魔なような気がしたんだ。だから僕は大変つらい。ジョバンニはこんなへんてこな気持ちは本当に初めてだし、こんなことを今まで言ったこともないと思いました。なんだかリンゴの匂いがする。僕今リンゴのことを考えたためだろうか。カンパネルラが不思議そうにあたりを見回しました。本当にリンゴの匂いだよ。それからノイバラの匂いもする。ジョバンニもそこらを見ましたが、やっぱりそれは窓からでも入ってくるらしいのでした。今秋だからノイバラの花の匂いのするはずはないとジョバンニは思いました。そしたらにわかにそこにつやつやした黒い髪の6つばかりの男の子が赤いジャケツのボタンもかけず、ひどくびっくりしたような顔をしてガタガタ震えて裸足で立っていました。隣には黒い洋服をきちんと着た背の高い青年がいっ
ぱいに風に吹かれている欅の木のような姿勢で、男の子の手をしっかり引いて立っていました。あら、ここどこでしょう。まあ、きれいだわ。青年の後ろにもう一人、12ばかりの目の茶色な可愛らしい女の子が、黒い街灯を着て、青年の腕にすがって、不思議そうに窓の外を見ているのでした。ああ、ここはランカシャイアだ。いや、コンネクティカット州だ。いや、ああ、僕たちは空へ来たのだ。私たちは天へ行くのです。ご覧なさい。あの印は天上の印です。もう何にも怖いことありません。私たちは神様に召されているのです。黒服の青年は喜びに輝いて、その女の子に言いました。けれどもなぜかまた額に深くしわを刻んで、それに大変疲れているらしく、無理に笑いながら男の子をジョバンニの隣に座らせました。それから女の子に優しくカンパネルラの隣の席を指さしました。女の子は素直にそこへ座ってきちんと両手を組み合わせました。僕お姉さんのとこへ行くんだよ。腰掛けたばかりの男の子は顔を変にして東大看守の向こうの席に座ったばかりの青年に言いました。青年は何とも言えず悲しそうな顔をしてじっとその子の縮れて濡れた頭を見ました。女の子はいきなり両手を顔に当ててしくしく泣いてしまいました。お父さんや菊代姉さんはまだいろいろお仕事があるのです。けれどももうすぐ後からいらっしゃいます。それよりもおっかさんはどんなに長く待っていらっしゃったでしょう。私の大事なただしは今どんな歌を歌っているだろう。雪の降る朝にみんなと手をつないでぐるぐる庭床の藪を回って遊んでいるだろうかと考えたり、本当に待って心配していらっしゃるんですから、早く行っておっかさんにお目にかかりましょうね。うん、だけど僕、船に乗らなきゃよかったな。ええ。けれどごらんなさい。空、どうですあの立派な川。ね。あそこはあの夏中、ツインクルツインクルリトルスターを歌って、休むとき、いつも窓からぼんやり白く見えていたでしょう。あそこですよ。ね。きれいでしょう。あんなに光っています。泣いていた姉もハンケチで目を拭いて外を見ました。青年は教えるようにそっと姉弟にまた言いました。私たちはもう何にも悲しいことないのです。私たちはこんなにいいとこを旅してじき神様のとこへ行きます。そこならもう本当に明るくて匂いがよくて立派な人たちでいっぱいです。そして私たちの代わりにボートへ乗れた人たちはきっとみんな助けられて心配して待っているめいめいのお父さんやお母さんや自分のお家へやら行くのです。さあ、もうじきですから元気を出して面白く歌っていきましょう。青年は男の子の濡れたような黒い髪をなで、みんなを慰めながら自分もだんだん顔色が輝いてきました。あなた方はどちらからいらっしゃったのですか？どうなすったのですか？さっきの東大看守がやっと少し分かったように青年に尋ねました。青年はかすかに笑いました。いえ、氷山にぶっつかって船が沈みましてね。私たちはこちらのお父さんが急なようで、2ヶ月前一足先に本国へお帰りになったので、後から立ったのです。私は大学へ入っていて、家庭教師に雇われていたのです。ところがちょうど12日目、今日か昨日のあたりです。船が氷山にぶっつかっていっぺんに傾き、もう沈みかけました。月の明かりはどこかぼんやりありましたが、
霧が非常に深かったのです。ところがボートは左舷の方半分はもうダメになっていましたから、とてもみんなは乗り切らないのです。もうそのうちにも船は沈みますし、私は必死となって、どうか小さな人たちを乗せてくださいと叫びました。近くの人たちはすぐ道を開いて、そして子供たちのために祈ってくれました。けれども、そこからボートまでのところには、まだまだ小さな子供たちや親たちやなんかいて、とても押しのける勇気がなかったのです。それでも私はどうしてもこの方たちをお助けするのが私の義務だと思いましたから、前にいる子供らを押しのけようとしました。けれども、またそんなにして助けてあげるよりは、このまま神のお前にみんなで行く方が本当にこの方たちの幸福だとも思いました。それからまたその神に背く罪は私一人で背負ってぜひとも助けてあげようと思いました。けれどもどうして見ているとそれができないのでした。子供らばかりボートの中へ離してやって、お母さんが狂気のようにキスを送り、お父さんが悲しいのをじっとこらえてまっすぐに立っているなど、とてももう腹渡もちぎれるようでした。ジョバンニの切符その2。そのうち船はもうずんずん沈みますから、私はもうすっかり覚悟してこの人たち2人を抱いて、浮かべるだけは浮かぼうと固まって船の沈むのを待っていました。誰が投げたかライフブイが一つ飛んできましたけれども、滑ってずっと向こうへ行ってしまいました。私は一生懸命で甲板の格子になったとこを離して、3人それにしっかり取り付きました。どこからともなく晩の声が上がりました。たちまちみんなはいろいろな国語でいっぺんにそれを歌いました。その時にわかに大きな音がして、私たちは水に落ち、もう渦に入ったと思いながら、しっかりこの人たちを抱いて、それからぼーっとしたと思ったら、もうここへ来ていたのです。この方たちのお母さんは、おととし亡くなられました。ええ、ボートはきっと助かったに違いありません。何せ、よほど熟練な水夫たちが漕いで、素早く船から離れていましたから。そこらから小さな祈りの声が聞こえ、ジョバンニもカンパネルラも今まで忘れていたいろいろのことをぼんやり思い出して目が熱くなりました。ああ、その大きな海はパシフィックというのではなかったろうか。その氷山の流れる北の果ての海で小さな船に乗って風や凍りつく潮水や激しい寒さと戦って誰かが一生懸命働いている。僕はその人に本当に気の毒で、そしてすまないような気がする。僕はその人の幸いのために一体どうしたらいいのだろう。ジョバンニは首を垂れてすっかり塞ぎ込んでしまいました。何が幸せかわからないです。本当にどんな辛いことでも、それが正しい道を進む中での出来事なら、峠の上りも下りも、みんな本当の幸福に近づく一足ずつですから。灯台森が慰めていました。ああ、そうです。ただ一番の幸いに至るために、いろいろの悲しみもみんなおぼし飯です。青年が祈るようにそう答えました。そしてあの兄弟はもう疲れてめいめいぐったり席に寄りかかって眠っていました。さっきのあの裸足だった足にはいつか白い柔らかな靴を履いていたのです。ごと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 汽車はきらびやかな輪行の川の岸を進みました。向こうの方の窓を見ると野原はまるで
幻灯のようでした。100も1000もの大小さまざまな三角標、その大きなものの上には赤い点々を打った測量旗も見え、野原の果てはそれらが一面たくさんたくさん集まってぼーっと青白い霧のよう。そこからかまたはもっと向こうからか、時々さまざまな形のぼんやりしたのろしのようなものが変わる変わるきれいな桔梗色の空に打ち上げられるのでした。実にその透き通ったきれいな風はバラの匂いでいっぱいでした。いかがですか？こういうリンゴはお初めてでしょう。向こうの席の東大館主がいつか金と紅で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていました。おや、どっから来たのですか？立派ですね。ここらではこんなリンゴができるのですか？青年は本当にびっくりしたらしく、東大館主の両手に抱えられた一盛りのリンゴを目を細くしたり首を曲げたりしながら我を忘れて眺めていました。いや、まあお取りください。どうかまあお取りください。青年は一つ取ってジョバンニたちの方をちょっと見ました。さあ向こうの坊ちゃん方、いかがですか？お取りください。ジョバンニは坊ちゃんと言われたので少し尺に触って黙っていましたが、カンパネルラはありがとうと言いました。すると青年は自分で取って一つずつ二人に送ってよこしましたので、ジョバンニも立ってありがとうと言いました。東大館主はやっと両腕が空いたので、今度は自分で一つずつ眠っている兄弟の膝にそっと置きました。どうもありがとう。どこでできるのですか？こんな立派なリンゴは。青年はつくづく見ながら言いました。この辺りではもちろん農業はいたしますけれども、大抵一人でにいいものができるような約束になっております。農業だってそんなに骨は折れはしません。大抵自分の望む種さえまけば一人でにどんどんできます。米だってパシフィックあたりのように殻もないし10倍も大きくて匂いもいいのです。けれどもあなた方のいらっしゃる方なら農業はもうありません。リンゴだってお菓子だってカスが少しもありませんから、みんなその人その人によって違ったわずかのいい香りになって毛穴から散らけてしまうのです。にわかに男の子がぱっちり目を開いて言いました。ああ、僕今お母さんの夢を見ていたよ。お母さんがね、立派な戸棚や本のあるとこにいてね、僕の方を見て手を出してニコ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 笑ったよ。僕、おっかさん、リンゴを拾ってきてあげましょうか。言ったら目が覚めちゃった。ああ、ここさっきの汽車の中だね。そのリンゴがそこにあります。このおじさんにいただいたのですよ。青年が言いました。ありがとうおじさん。おや、カオル姉さんまだ寝てるね。僕起こしてやろう。姉さん、ごらん、リンゴをもらったよ。起きてごらん。姉は笑って目を覚まし、眩しそうに両手を目に当てて、それからリンゴを見ました。男の子はまるでパイを食べるように、もうそれを食べていました。また、せっかく剥いたそのきれいな皮も、くるくるコルク抜きのような形になって、床へ落ちるまでの間には、スーッと灰色に光って蒸発してしまうのでした。二人はリンゴを大切にポケットにしまいました。川下の向こう岸に青く茂った大きな林が見え、その枝には熟して真っ赤に光る丸い実がいっぱい、その林の真ん中に高い高い三角標が立って、森の中からは
オーケストラベルやジロフォンに混じって何とも言えずきれいな音色が溶けるようにしみるように風につれて流れてくるのでした。青年はゾクッとして体を振るうようにしました。黙ってその譜を聞いていると、そこらに一面黄色や薄い緑の明るい野原か敷物かが広がり、また真っ白な蝋のような露が太陽の面をかすめていくように思われました。まあ、あのカラス。カンパネルラの隣のカオルと呼ばれた女の子が叫びました。カラスでない。みんなカササギだ。カンパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子は決まり悪そうにしました。まったく河原の青白い明かりの上に黒い鳥がたくさんいっぱいに列になって止まって、じっと川の尾行を受けているのでした。カササギですね。頭の後ろのとこに毛がピンと伸びていますから。青年は取りなすように言いました。向こうの青い森の中の三角標はすっかり汽車の正面に来ました。その時、汽車のずっと後ろの方から聞き慣れた晩の賛美歌の節が聞こえてきました。よほどの人数で合唱しているらしいのでした。青年はさっと顔色が青ざめ、立っていっぺんそっちへ行きそうにしましたが、思い返してまた座りました。カオル子はハンケチを顔に当ててしまいました。ジョバンニまでなんだか鼻が変になりました。けれどもいつともなく誰ともなくその歌は歌い出され、だんだんはっきり強くなりました。思わずジョバンニもカンパネルラも一緒に歌い出したのです。そして青い観覧の森が見えない天の川の向こうにさめざめと光りながらだんだん後ろの方へ行ってしまい、そこから流れてくる怪しい楽器の音ももう汽車の響きや風の音にすり減らされてずっとかすかになりました。あ、クジャクがいるよ。ええ、たくさんいたわ。女の子が答えました。ジョバンニはその小さくなって、今はもう一つの緑色の貝ボタンのように見える森の上にさっさっと青白く時々光って、そのクジャクが羽を広げたり閉じたりする光の反射を見ました。そうだ、クジャクの声だってさっき聞こえた。カンパネルラがカオル子に言いました。ええ、30匹ぐらいは確かにいたわ。ハープのように聞こえたのはみんなクジャクよ。女の子が答えました。ジョバンニはにわかに何とも言えず悲しい気がして思わず、カンパネルラ、ここからはね、降りて遊んでいこうよ。と怖い顔をして言おうとしたくらいでした。川は2つに分かれました。その真っ暗な島の真ん中に高い櫓が一つ組まれて、その上に一人のゆるい服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。そして両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号しているのでした。ジョバンニが見ている間、その人はしきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤旗を下ろして後ろに隠すようにし、青い旗を高く上げて、まるでオーケストラの指揮者のように激しく振りました。すると空中にザーッと雨のような音がして、何か真っ暗なものが幾塊も鉄砲玉のように川の向こうの方へ飛んでいくのでした。ジョバンニは思わず窓から体を半分出してそっちを見上げました。美しい桔梗色のがらんとした空の下を、実に何万という小さな鳥どもが
幾組も幾組もめいめいせわしくせわしく泣いて通っていくのでした。鳥が飛んでいくな。ジョバンニが窓の外で言いました。ドラ、カンパネルラも空を見ました。その時、あの櫓の上のゆるい服の男は、にわかに赤い旗を上げて、狂気のように振り動かしました。すると、ピタッと鳥の群れは通らなくなり、それと同時に、ピシャーンという潰れたような音が川下の方で起こって、それからしばらくシーンとしました。と思ったら、あの赤帽の信号手がまた青い旗を振って叫んでいたのです。今こそ渡れ、渡り鳥。今こそ渡れ、渡り鳥。その声もはっきり聞こえました。それと一緒にまた幾万という鳥の群れが空をまっすぐにかけたのです。二人の顔を出している真ん中の窓からあの女の子が顔を出して美しい頬を輝かせながら空を仰ぎました。まあこの鳥たくさんですわね。あらまあ空のきれいなこと。女の子はジョバンニに話しかけましたけれども、ジョバンニは生意気な嫌だいと思いながら黙って口を結んで空を見上げていました。女の子は小さくほっと息をして黙って席へ戻りました。カンパネルラが気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ていました。あの人、鳥へ教えてるんでしょうか。女の子がそっとカンパネルラに尋ねました。渡り鳥へ信号してるんです。きっとどこからかのろしが上がるためでしょう。カンパネルラが少しおぼつかなそうに答えました。そして車の中はシーンとなりました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいとこへ顔を出すのがつらかったので、黙ってこらえてそのまま立って口笛を吹いていました。ジョバンニの切符その3。どうして僕はこんなに悲しいのだろう。僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけない。あそこの岸のずっと向こうにまるで煙のような小さな青い火が見える。あれは本当に静かで冷たい。僕はあれをよく見て心持ちを鎮めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにしてそっちの方を見ました。ああ、本当にどこまでもどこまでも僕と一緒に行く人はないだろうか。カンパネルラだってあんな女の子と面白そうに話しているし、僕は本当につらいなあ。ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでした。その時、汽車はだんだん川から離れて崖の上を通るようになりました。向こう岸もまた黒い色の崖が川の岸を下流に下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。そしてちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐるに縮れ、葉の下にはもう美しい緑色の大きな苞が赤い毛を吐いて真珠のような実もちらっと見えたのでした。それはだんだん数を増してきて、もう今は列のように崖と線路との間に並び、思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて向こう側の窓を見ましたときは、美しい空の野原の地平線の果てまでその大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられて、
さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先からは、まるで昼の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように、露がいっぱいについて、赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラが、あれトウモロコシだね、とジョバンニに言いましたけれども、ジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたから、ただぶっきり棒に野原を見たまま、そうだろうと答えました。その時、汽車はだんだん静かになって、いくつかのシグナルと点鉄機の明かりを過ぎ、小さな停車場に止まりました。その正面の青白い時計は、かっきり第2時を示し、その振り子は風もなくなり、汽車も動かず、静かな静かな野原の中に、カチッカチッと正しく時を刻んでいくのでした。そして全くその振り子の音の絶え間を遠くの遠くの野原の果てから、かすかなかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。新世界交響楽だわ。姉が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。全くもう車の中ではあの黒服の竹高い青年も彼もみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで僕はどうしてもっと愉快になれないだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれどもカンパネルナなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながらまるであんな女の子とばかり話しているんだもの。僕は本当につらい。ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったガラスのような笛が鳴って汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星めぐりの口笛を吹きました。もうこの辺りはひどい高原ですから。後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたというふうではきはき話している声がしました。トウモロコシだって棒で2尺も穴を開けておいてそこへまかないと生えないんです。そうですか。川まではよほどありましょうかね。川までは2000弱から6000弱あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。そうそう、ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。ジョバンニは思わずそう思いました。カンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き、女の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔色をしてジョバンニの見る方を見ているのでした。突然トウモロコシがなくなって大きな黒い野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧き、その真っ黒な野原の中を一人のインディアンが白い鳥の羽を頭につけ、たくさんの石を腕と胸に飾り、小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでした。あら、インディアンですよ、インディアンですよ、ごらんなさい。黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。走ってくるわ、あら、走ってくるわ、追いかけているんでしょう。いいえ、汽車を追ってるんじゃないんですよ。猟をするか踊るかしてるんですよ。青年は今どこにいるか忘れたというふうにポケットに手を入れて立ちながら言いました。全くインディアンは半分は踊っているようでした。第一、かけるにしても足の踏みようがもっと経済も取れ、
本気にもなれそうでした。にわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになり、インディアンはピタッと立ち止まって素早く弓を空に引きました。そこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきて、また走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みました。インディアンは嬉しそうに立って笑いました。そしてその鶴を持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり、電信柱の外紙がキラッキラッと続いて2つばかり光って、またトウモロコシの林になってしまいました。こっち側の窓を見ますと、汽車は本当に高い高い崖の上を走っていて、その谷の底には川がやっぱり幅広く明るく流れていたのです。もうこの辺りから下りです。何せ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから、容易じゃありません。この傾斜があるもんですから、汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです。そらもうだんだん速くなったでしょう。さっきの老人らしい声が言いました。どん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 汽車は降りていきました。崖の端に鉄道がかかるときは、川が明るく下に覗けたのです。ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ている時などは、思わずほうと叫びました。どん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 汽車は走っていきました。部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら腰掛けにしっかりしがみついていました。ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。もうそして天の川は汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく、時々ちらちら光って流れているのでした。薄赤い瓦なでしこの花があちこち咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とつるはしを描いた旗が立っていました。あれ何の旗だろうね。ジョバンニがやっとものを言いました。さあ、わからないね。地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。ああ、橋を架けるとこじゃないんでしょうか。女の子が言いました。ああ、あれ、公兵の旗だね。架橋演習をしてるんだ。けれど、兵隊の形が見えないね。その時、向こう岸近くの少し下流の方で、見えない天の川の水がギラッと光って、柱のように高く跳ね上がり、ドーと激しい音がしました。葉っぱだよ、葉っぱだよ。カンパネルラは小躍りしました。その柱のようになった水は見えなくなり、大きな鮭やマスがキラッキラッと白く腹を光らせて空中に放り出されて、丸い輪を描いてまた水に落ちました。ジョバンニはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました。空の公兵大隊だ。どうだ、マスやなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。僕こんな愉快な旅はしたことない。いいね。あのマスなら近くで見たらこれくらいあるね。たくさん魚いるんだな、この水の中に。小さなお魚もいるんでしょうか。女の子が話につり込まれて言いました。いるんでしょう。大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょう。けれど遠くだから今小さいの見えなかったね。ジョバンニはもうすっかり機嫌が直って面白そうに笑って女の子に答えました。あれきっと
双子のお星様のお宮だよ。男の子がいきなり窓の外を指して叫びました。右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような2つのお宮が並んで立っていました。双子のお星様のお宮って何だい？あたし前に何べんもお母さんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で2つ並んでいるからきっとそうだわ。話してごらん。双子のお星様が何したっての？僕も知ってらい。双子のお星様が野原へ遊びに出てカラスと喧嘩したんだろう？そうじゃないわよ。天の川の岸にね、おっかさんお話しなすったわ。それからほうき星がギーギーフーギーギーフーって言ってきたね。嫌だわ、たーちゃん。そうじゃないわよ。それは別の方だわ。するとあそこに今笛を吹いているんだろうか。今海へ行ってら。行けないわよ。もう海から上がっていらっしゃったのよ。そうそう、僕知ってら。僕お話ししよう。ジョバンニの切符その4。川の向こう岸がにわかに赤くなりました。柳の木や何かも真っ黒に透かし出され、見えない天の川の波も時々ちらちら針のように赤く光りました。全く向こう岸の野原に大きな真っ赤な火が燃やされ、その黒い煙は高く桔梗色の冷たそうな天をも焦がしそうでした。ルビーよりも赤く透き通り、リチウムよりも美しく酔ったようになってその火は燃えているのでした。あれは何の火だろう。あんな赤く光る火は何を燃やせばできるんだろう。ジョバンニが言いました。サソリの火だな。カンパネルラがまた地図と首っ引きして答えました。あら、サソリの火のことなら私知ってるわ。サソリの火って何だい？ジョバンニが聞きました。サソリが焼けて死んだのよ。その火が今でも燃えてるって私何べんもお父さんから聞いたわ。サソリって虫だろう？ええ、サソリは虫よ。だけどいい虫だわ。サソリいい虫じゃないよ。僕博物館でアルコールにつけてあるの見た。尾にこんな鍵があって、それで刺されると死ぬって先生が言ったよ。そうよ。だけどいい虫だわ。お父さんこう言ったのよ。昔のバルドラの野原に一匹のサソリがいて、小さな虫やなんか殺して食べて生きていたんですって。するとある日、イタチに見つかって食べられそうになったんですって。サソリは一生懸命逃げて逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったわ。その時いきなり前に井戸があって、その中に落ちてしまったわ。もうどうしても上がれないで、サソリは溺れ始めたのよ。その時サソリはこう言ってお祈りしたというの。ああ、私は今までいくつの者の命を取ったかわからない。そしてその私が今度イタチに取られようとした時はあんなに一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。ああ、何にも当てにならない。どうして私は私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そしたらイタチも一日生き延びたろうに。どうか神様、私の心をご覧ください。こんなに虚しく命を捨てず、どうかこの次には、まことのみんなの幸いのために私の体をお使いください。って言ったというの。そしたらいつかサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって燃えて、夜の闇を照らしているのを見たって。今でも燃えてるってお父さんおっしゃったわ。
本当にあの日、それだわ。そうだ、見たまえ。そこらの三角標はちょうどサソリの形に並んでいるよ。ジョバンニは全くその大きな火の向こうに3つの三角標がちょうどサソリの腕のように、こっちに5つの三角標がサソリの尾や鍵のように並んでいるのを見ました。そして本当にその真っ赤な美しいサソリの火は音なく明るく明るく燃えたのです。その火がだんだん後ろの方になるにつれて、みんなは何とも言えずにぎやかなさまざまのガの根や草花の匂いのようなもの、口笛や人々のざわざわ言う声やらを聞きました。それはもうじき近くに町か何かがあって、そこにお祭りでもあるというような気がするのでした。ケンタウルス、梅雨を降らせ。いきなり今まで眠っていたジョバンニの隣の男の子が向こうの窓を見ながら叫んでいました。ああ、そこにはクリスマストリーのように真っ青な頭皮かもみの木が立って、その中にはたくさんのたくさんの豆電灯がまるで千のホタルでも集まったようについていました。ああ、そうだ、今夜ケンタウル祭だね。ああ、ここはケンタウルの村だよ。カンパネルラがすぐ言いました。ボール投げなら僕、決して外さない。男の子が大威張りで言いました。もうじきサウザンクロスです。降りる支度をしてください。青年がみんなに言いました。僕、もう少し汽車へ乗ってるんだよ。男の子が言いました。カンパネルラの隣の女の子はそわそわ立って支度を始めましたけれども、やっぱりジョバンニたちと別れたくないような様子でした。ここで降りなきゃいけないのです。青年はきちっと口を結んで男の子を見下ろしながら言いました。いやだい、僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい。ジョバンニがこらえかねて言いました。僕たちと一緒に乗っていこう。僕たちどこまでだって行ける切符持ってるんだ。だけど私たちもうここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くとこなんだから。女の子が寂しそうに言いました。天井へなんか行かなくたっていいじゃないか。僕たちここで天井よりももっといいとこをこさえなきゃいけないって僕の先生が言ったよ。だっておっかさんも言ってらっしゃるし、それに神様がおっしゃるんだわ。そんな神様嘘の神様だい。あなたの神様嘘の神様よ。そうじゃないよ。あなたの神様ってどんな神様ですか？青年は笑いながら言いました。僕、本当はよく知りません。けれども、そんなんでなしに本当のたった一人の神様です。本当の神様はもちろんたった一人です。ああ、そんなんでなしにたった一人の本当の神様です。だからそうじゃありませんか。私はあなた方が今にその本当の神様の前に私たちとお会いになることを祈ります。青年はつつましく両手を組みました。女の子もちょうどその通りにしました。みんな本当に別れが惜しそうで、その顔色も少し青ざめて見えました。ジョバンニは危なく声を上げて泣き出そうとしました。さあもう支度はいいんですか？じきサウザンクロスですから。ああ、その時でした。見えない天の川のずっと川下に青や橙やもうあらゆる光で散りばめられた十字架がまるで一本の木というふうに川の中から立って輝き、その上には青白い雲がまるで輪になって五光のようにかかっているのでした。汽車の中がまるでざわざわしました。みんなあの北の10時の時のように
まっすぐに立ってお祈りを始めました。あっちにもこっちにも子供が瓜に飛びついた時のような喜びの声や、何とも言いようない深いつつましいため息の音ばかり聞こえました。そしてだんだん十字架は窓の正面になり、あのリンゴの肉のような青白い輪の雲も緩やかに緩やかに巡っているのが見えました。ハレルヤー、ハレルヤー。明るく楽しくみんなの声は響き、みんなはその空の遠くから、冷たい空の遠くから透き通った何とも言えず爽やかなラッパの声を聞きました。そしてたくさんのシグナルや電灯の明かりの中を汽車はだんだん緩やかになり、とうとう十字架のちょうど真向かいに行ってすっかり止まりました。さあ降りるんですよ。青年は男の子の手を引き、だんだん向こうの出口の方へ歩き出しました。じゃあさよなら。女の子が振り返って二人に言いました。さよなら。ジョバンニはまるで泣き出したいのをこらえて、怒ったようにぶっきり棒に言いました。女の子はいかにも辛そうに目を大きくして、もう一度こっちを振り返って、それからあとはもう黙って出て行ってしまいました。汽車の中はもう半分以上も空いてしまい、にわかにがらんとして寂しくなり、風がいっぱいに吹き込みました。そして見ていると、みんなはつつましく列を組んで、あの十字架の前の天の川の渚にひざまずいていました。そしてその見えない天の川の水を渡って、一人の神々しい白い着物の人が手を伸ばしてこっちへ来るのを二人は見ました。けれどもその時はもうガラスの予備庫は鳴らされ、汽車は動き出すと思ううちに銀色の霧が川下の方からスーッと流れてきて、もうそっちは何も見えなくなりました。ただたくさんのくるみの木が葉をさんさんと光らして、その霧の中に立ち、金の円光を持った電気リスがかわいい顔をその中からちらちら覗いているだけでした。ジョバンニの切符その後。その時スーッと霧が晴れかかりました。どこかへ行く街道らしく、小さな電灯の一列についた通りがありました。それはしばらく線路に沿って進んでいました。そして二人がその証の前を通っていくときは、その小さな豆色の火はちょうど挨拶でもするようにポカッと消え、二人が過ぎていくときまたつくのでした。振り返ってみると、さっきの十字架はすっかり小さくなってしまい、本当にもうそのまま胸にも吊るされそうになり、さっきの女の子や青年たちがその前の白い渚にまだひざまずいているのか、それともどこか方角もわからないその天井へ行ったのか、ぼんやりして見分けられませんでした。ジョバンニはああと深く息しました。カンパネルラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように、本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか100遍焼いても構わない。うん、僕だってそうだ。カンパネルラの目にはきれいな涙が浮かんでいました。けれども本当の幸いは一体何だろう。ジョバンニが言いました。僕、わからない。カンパネルラがぼんやり言いました。僕たちしっかりやろうね。ジョバンニが胸いっぱい新しい力が湧くようにふーっと息をしながら言いました。あそこ石炭袋だよ。
空の穴だよ。カンパネルラが少しそっちを避けるようにしながら天の川のひととこを指さしました。ジョバンニはそっちを見てまるでギクッとしてしまいました。天の川のひととこに大きな真っ暗な穴がドホンと開いているのです。その底がどれほど深いか、その奥に何があるか、いくら目をこすって覗いても何にも見えず、ただ目がしんしんと痛むのでした。ジョバンニが言いました。僕もうあんな大きな闇の中だって怖くない。きっとみんなの本当の幸いを探しに行く。どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んでいこう。ああ、きっと行くよ。あそこの野原はなんてきれいだろう。みんな集まってるね。あそこが本当の天井なんだ。あそこにいるの、僕のお母さんだよ。カンパネルラはにわかに窓の遠くに見えるきれいな野原を指して叫びました。ジョバンニもそっちを見ましたけれども、そこはぼんやり白くけぶっているばかり、どうしてもカンパネルラが言ったように思われませんでした。何とも言えず寂しい気がしてぼんやりそっちを見ていましたら、向こうの川岸に2本の電信柱がちょうど両方から腕を組んだように赤い腕木を連ねて立っていました。カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。ジョバンニがこう言いながら振り返ってみましたら、その今までカンパネルラの座っていた席にもうカンパネルラの形は見えず、ただ黒いビロードばかり光っていました。ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ち上がりました。そして誰にも聞こえないように窓の外へ体を乗り出して、力いっぱい激しく胸を打って叫び、それからもう喉いっぱい泣き出しました。もうそこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。ジョバンニは目を開きました。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬には冷たい涙が流れていました。ジョバンニはバネのように跳ね起きました。町はすっかりさっきの通りに下でたくさんの火を綴ってはいましたが、その光はなんだかさっきよりは熱したという風でした。そしてたった今夢で歩いた天の川もやっぱりさっきの通りに白くぼんやりかかり、真っ黒な南の地平線の上ではことに煙ったようになって、その右にはさそり座の赤い星が美しくきらめき、空全体の位置はそんなに変わってもいないようでした。ジョバンニは一山に丘を走っておりました。まだ夕ご飯を食べないで待っているお母さんのことが胸いっぱいに思い出されたのです。どんどん黒い松の林の中を通って、それからほの白い牧場の柵を回って、さっきの入り口から暗い牛舎の前へまた来ました。そこには誰かが今帰ったらしく、さっきなかった一つの車が何かの樽を二つ乗っけて置いてありました。こんばんは。ジョバンニは叫びました。はい。白い太いズボンを履いた人がすぐ出てきて立ちました。何のご用ですか？今日牛乳が僕のところへ来なかったのですが。すみませんでした。その人はすぐ奥へ行って一本の牛乳瓶を持ってきてジョバンニに渡しながらまた言いました。本当にすみませんでした。今日は昼過ぎうっかりして子牛の柵を開けておいたもんですから、大将早速親牛のところへ行って半分ばかり飲んでしまいましてね。その人は笑いました。そうですか。ではいただいていきます。ええ、どうもすみませんでした。
いいえ。ジョバンニはまだ熱い乳の瓶を両方の手のひらで包むように持って牧場の柵を出ました。そしてしばらく木のある町を通って大通りへ出て、またしばらく行きますと、道は十文字になって、その右手の方、通りの外れに、さっきカンパネルラたちの明かりを流しに行った川へかかった大きな橋の櫓が夜の空にぼんやり立っていました。ところがその10時になった街角や店の前に女たちが7、8人ぐらいずつ集まって橋の方を見ながら何かひそひそ話しているのです。それから橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいなのでした。ジョバンニはなぜかさーっと胸が冷たくなったように思いました。そしていきなり近くの人たちへ「何かあったんですか?」と叫ぶように聞きました。子供が水へ落ちたんですよ。一人が言いますと、その人たちは一斉にジョバンニの方を見ました。ジョバンニはまるで夢中で橋の方へ走りました。橋の上は人でいっぱいで、川が見えませんでした。白い服を着た巡査も出ていました。ジョバンニは橋のたもとから飛ぶように下の広い河原へ降りました。その河原の水際に沿ってたくさんの明かりがせわしく登ったり下ったりしていました。向こう岸の暗い土手にも火が7つ8つ動いていました。その真ん中をもうカラスウリの明かりもない川がわずかに音を立てて灰色に静かに流れていたのでした。河原の一番下流の方へ巣のようになって出たところに人の集まりがくっきり真っ黒に立っていました。ジョバンニはどんどんそっちへ走りました。するとジョバンニはいきなりさっきカンパネルラと一緒だったマルソに会いました。マルソがジョバンニに走り寄ってきました。ジョバンニ、カンパネルラが川へ入ったよ。どうして？いつ？ザネリがね、船の上からカラスウリの明かりを水の流れる方へ押してやろうとしたんだ。その時船が揺れたもんだから水へ落っこったろう。するとカンパネルラがすぐ飛び込んだんだ。そしてザネリを船の方へ押してよこした。ザネリは加藤に捕まった。けれどもあとカンパネルラが見えないんだ。みんな探してるんだろう。ああ、すぐみんな来た。カンパネルラのお父さんも来た。けれども見つからないんだ。ザネリは家へ連れられてった。ジョバンニはみんなのいるそっちの方へ行きました。そこに学生たち、町の人たちに囲まれて、青白い尖った顎をしたカンパネルラのお父さんが黒い服を着てまっすぐに立って、右手に持った時計をじっと見つめていたのです。みんなもじっと川を見ていました。誰も一言も物を言う人もありませんでした。ジョバンニはワク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 足が震えました。魚を取る時のアセチレンランプがたくさんせわしく行ったり来たりして、黒い川の水はちらちら小さな波を立てて流れているのが見えるのでした。下流の方は川幅いっぱい銀河が大きく映って、まるで水のないそのままの空のように見えました。ジョバンニはそのカンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいないというような気がして仕方なかったのです。けれどもみんなはまだどこかの波の間から「僕ずいぶん泳いだぞ」と言いながらカンパネルラが出てくるか、あるいはカンパネルラがどこかの人の知らない巣にでもついて立っていて、誰かの来るのを待っているかというような気がして仕方ないらしいのでした。けれどもにわかにカンパネルラのお父さんがきっぱり言いました。もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。ジョバンニは思わず駆け寄って博士の前に立って
僕はカンパネルラの言った方を知っています。僕はカンパネルラと一緒に歩いていたのですと言おうとしましたが、もう喉が詰まって何とも言えませんでした。すると博士はジョバンニが挨拶に来たとでも思ったものですか、しばらくしげしげジョバンニを見ていましたが、あなたはジョバンニさんでしたね。どうも今晩はありがとう。と丁寧に言いました。ジョバンニは何も言えずにただお辞儀をしました。あなたのお父さんはもう帰っていますか？博士は固く時計を握ったまままた聞きました。いいえ。ジョバンニはかすかに頭を振りました。どうしたのかな。僕にはおととい大変元気な便りがあったんだが、今日あたりもう着く頃なんだが、船が遅れたんだな。ジョバンニさん、明日放課後、皆さんと家へ遊びに来てくださいね。そう言いながら、博士はまた川下の銀河のいっぱいに映った方へじっと目を送りました。ジョバンニはもういろいろなことで胸がいっぱいで何にも言えずに博士の前を離れて、早くお母さんに牛乳を持って行ってお父さんの帰ることを知らせようと思うと、もう一目散に河原を町の方へ走りました。